おお、来た来た来た。これが列柱の森だ。めちゃくちゃでかい柱がずっと後ろまで並んでますね。すげえ迫力だ。これが数千年前に作られたんで信じられませんね。夜行バスでルクソールの街へやってきました。サバヘルルヘールミロクです。エジプト3日目の朝です。昨日の夜カイロから夜行バスで、このルクソールにやってきました。ルクソールにもたくさんの神殿やお墓といった遺跡がありますので、今日から見に行きましょう。まだ始まってない静かな市場。この雰囲気もいいですね。首都のカイロと違って人々が落ち着いてますね。人が少ないっていうのもあるんでしょうけど、ゆっくりしてていい感じです。今日のホテルはこちらですね。クイーンズバレーホテル。もう目の前がナイル川。すごいぞ。向こうに見えるのがルクソール神殿ですね。なんかもう駅前にあるらしいですよ。No? Ah, here? Ah, okay, okay. Thank you. Oh, thank you. After Ferrari. Okay. Karnaka. Ah, no, no, no. 今日のお部屋は211、2階のお部屋ですね。ちょっと床のカーペットとかは古めかしいが、ワードローブついていて、おお、冷蔵庫あるじゃん。おおあんまり使いたくはない冷蔵庫でしたけど、デスクがあってベッドも2つあって、エアコンがありました。よかった。これ逆になかったらやばすぎ。ほい、洗面台結構大きいですね。あとはお手洗いとバスルーム、バスタブもついてます。お湯も出そうだ。よし、これで1泊3000円ですからね、十分いいんじゃないでしょうか。なんかレビューには外がうるさいって書いてありましたね。ここもナイル川のすぐ近くで大通り沿いなんで、多少の音は仕方ないかなと思います。このホテルはなんとルーフトップにプールがついてます。しかもここからの眺めがすごくいいんですよ。この奥に見える川がナイル川です。ちょっと遠くに見えるのがルクソール神殿で、そこからさらにずっと右の奥に見えるのが、見えないけどカルナック神殿ですね。その2つの神殿を結ぶこの真ん中の道がスフィンクスの道なのかな。これ4キロくらいあるらしいです。どうしようかな。ここタクシーでこれからカルナック神殿に行くんですけども、だいたい3キロか4キロくらい歩かないといけなくて、そこの道を徒歩で歩いてる人は一人もいませんね。やっぱ馬に乗った方がいいのかな。一応歩いて35分くらいらしいんで、歩いて行ってみるか。お、なんか乗せてってくれるのかな。いくらだろう。はい、how much? $10? よくわかんないけど、乗り合いのバスに乗せてもらいました。値段はわからん。なんかすごい安そうだからいいでしょう。めちゃくちゃ運がいいね。地元の人の乗り合いバスなのかな。ドアは開けっぱなしです。なんか前に乗れ。なんか前に乗せてもらった。よくわからんけど。すでにめちゃくちゃ暑いです。これ絶対歩いていくのはおすすめしませんね。歩いていくの無理だわ。よし、謎の乗り合いバス。でも100エジプシャンポンド300円か。そんな安くなかった明日どうすんのっていうのめっちゃ聞かれてますけど、とりあえず軽い荷物検査を終えてカルナック神殿中入ってきました。チケットセンターは中にあるらしいんで、もうちょっと進んでみましょう。Hello. No, no, thank you. £10 in Egyptian. No, no, thank you. Where are you from?
あ、ジャパン。いや、入り口付近にお水売ってますね。10ポンド30円って言われてたんです。結構安いですね。今日は水持ってきちゃったから買えないけど、もしなければここで買うのも良さそうです。あ、入り口にお手洗いもありますね。うわ、めちゃくちゃ暑いねこれ。マジ歩かなくてよかった。これ300円だったとしてもタクシーに乗った方がいいですね。多分これがチケットセンターですね。セルフサービスチケットってのはよくわかんないけど、ちょっとその左の方にチケット窓口ありました。ここでチケット買いましょう。この辺りの神殿や遺跡は全部キャッシュは NG でクレジットカードオンリーらしいです。チケット600ポンドで購入しました。デザインがかっこいいですね。軽い荷物検査もう一回やって、no, thank you. で、ここから入場ですかね。Yeah, no, thank you. Okay. よし、入場したぞ。このカルナック神殿は2000年以上も拡張し続けられて、エジプト最大の宗教施設と言われているみたいですね。2000年拡張し続けるってどういうこと？見どころは森のように立ち並ぶ大きな柱みたいですね。どんな感じなんだろう。ここからはまだ見えませんね。なんか入り口がまた出てきたの。入り口3回くらいありますね。また荷物検査するんだ。これ3回目ですね。慎重ですね。外付けのマイクは使っちゃダメよっていう風に言われましたんで外してました。ついにカルナック神殿中入りました。結構広そうですね。まだ何にも見えないや。お、なんか早速入り口でちっちゃいスフィンクスみたいな人たちがお出迎えしてくれてます。でもちょっとスフィンクスとは違うのかな。スフィンクスは頭が人になってたと思うんですけど、これはヤギの頭かな。すごい崩れちゃってるのもたくさんあるけど、意外と形残ってるんですね。これ自体ももう4メートルとか5メートルありますからね。でっかいわ。そしてこの入り口すごい。何メートルあるんだこれ。何階建てのビルなんだ。もう全然わかんないけど。初めの門を抜けるといきなり出てきた。これが柱か。柱めちゃくちゃでかいですね。こんな大きな塔どうやって建てたんだこれ。何メートルあるんだろう。30メートルくらいありそうな感じしますね。おう。ちょっと右側の道にそれたらちょっとした広場に出てきました。両側このなんていうんですか、石像に囲まれてます。なんかこの奥にもなんかありそうだな。柱にもなんか壁画みたいに彫ってありますね。まあ何が書いてあるかは全くわかりませんが。っていうか天井の方に書いてある壁画ってどうやって書いたんだなんか足場を組んで書いたのかな。上の方までびっしり書いてありますね。なんか動物、鳥とか牛とかいろんなものが書いてあったりします。おお、来た来た来た。これが列柱の森だ。めちゃくちゃでかい柱がずっと後ろまで並んでますね。すげえ迫力だ。うわー、こっちにもある。なんだこれ。2列だけじゃなくてこっちぐるっと柱に囲まれてますね。いや、まさに柱の森です。すごいね、この迫力。全部柱です。いや、ピラミッドもそうですけど、これが数千年前に作られたんで信じられませんね。上の方にはただの柱じゃなくて、やっぱり上の方にはあれは屋根なのかな。神殿自体は2階部分上にあったのかな。すごいよこれ、本当に大きすぎて想像もできません。列柱の森を抜けたらその先にはオベリスク。これもとんでもなく高さがありますね。かっこいいな。こっちの方にはなんか石がたくさん積まれてたけど、これももともとは建物だったのかな。迷路みたいにたくさんいろんな石とか柱が積み上がってますね。すごいね。石像だけじゃなくて
柱も壁も全部見どころだ。このなんかちょっと置いてある石にもなんか彫られててかっこいいですね。順路とかよくわかんないで今適当に歩いちゃってるけど、どこ歩いても楽しいです。このカルナック神殿はルクソール東側の観光地としては最大規模なんですけど、意外と人がいなくてのんびり回れていいですね。昔の人もこんな感じでこの通りを歩いてたんでしょうね。それを今自分が歩いてると思うとなんだか不思議な気持ちですね。ところどころ風化して読めなくなっているところがまたいいですね。おそらくここが列柱の森と呼ばれている一番の見どころなんでしょうけども、私はどっちかというとこの脇道にそれた屋根がついてるこっちの方が好きですね。こっちは日に当たらないせいか、壁画に色がまだ残ってるんですよね。こんな感じ。鮮やかな色がつくとまた壁画も一味違う感じになりますね。いいね。あれは天井なのか床なのかちょっと分かりませんけども、とんでもないスケールですね。マップ見ながら歩いてるんですけども、場内とっても広くてマップの今どこにいるんだかよく分かりませんね。これがキオスク・オブ・アメンホテップ4世なのかな、ちょっと分かんないけど、そもそもキオスクってなんだ。石板に何かが書いてあるとなんかワクワクしちゃいますね。カルナック神殿すごかったですね。ちょっと疲れたんで一旦休憩、ランチに行きましょうか。さっきの道歩いて戻ってるんですけど、早くも後悔しかけてます。街並みはすごいローカルでいいんだけど、レストラン全然ないわ。まあでもあと30分以上あるんで気長に探しながら帰りましょう。なんかパン屋さん見つけたぞ。Hi. Bread? Yeah, bread. Is it sweet? Sweet? Okay. Can I have one? How much? 10ポンド。いっぱい入れてくれた。なんか美味しそうな香りの黄色いパン買いました。なんか初め8個くらい入れてくれて$1って言われたんですけど、そんな食べれないよっていうことで、3つにして10エジプシャンポンド、30円ですね、してもらいました。いただきます。食べるとなんかここにデスクあるからここ使わせてもらいましょうか。いただきます。パンサクッとしてて美味しいですね。そんなに甘みはなかった。結局40分かけてホテルまで歩いて戻ってきちゃいました。この辺りの商店街でもう探しましょう。ここなら多分レストランいっぱいありますね。はい。What is this? Sandwich? Sandwich? One sandwich 50. 50? 50 pound. 50 pound? いろいろ挟んでくれるみたいですね。美味しそうだね。サンドイッチ2つ買いました。1個50で2つで100だった。意外と高いわ。あとなんか飲み物買って帰ろうかな。コカ・コーラとスナック2つ買って30エジプシャンポンド、100円か。安いね。よし、一回ホテルに帰って食べましょう。暑いわ。まあいっか、ここで座って食べましょうか。あっち。まずはとにかくコーラだ。いや結構冷えてます。いただきます。うわ、暑い日のコーラはもう最高だから。最高です。あれ、エジプトのコーラってもう飲んだっけ。炭酸強めで甘みは全然ないですね。暑い国にはぴったりです。それからこれエジプトでよく食べられてるって聞いたんですけど、なんか膨らませたパンの中にいろいろ具材詰め込んで食べるやつ。上はちょっと辛そうで、下はなんだろうね、よくミートボールに一緒になってるホワイトソース的なやつなのかな。いただきます。じゃあなんかホワイトソースっぽいやつから食べようかな。ちょっと酸味のあるシチューみたいな感じだな。昨日食べたシャワルマのソースとちょっと違うかもな。
まあでも美味しいですね。こっちのミートソースっぽいのもいってみようか。中入ってるのはナスかな。ナスとちょっと辛めのトマトソースって感じ。さっぱりしててこれ美味しいね。じゃがいもとかも入ってていい感じ。私はこっちのトマトソースの方が好きかな。ドライヤーはフロントに聞いてねって言われたんで声かけたんですけど、これいただきました。これいつの時代のドライヤーなんだ。すげえ。しかもちゃんとこれ動くっぽいです。まあ乾けば何でもいいか。ルクソール神殿は夕日が美しいらしいので今から見に行きましょう。カイロの大渋滞に比べるとめちゃくちゃ穏やかですね。車もそんなにないし馬がのんびり歩いてます。よし、ここがルクソール神殿の入り口みたいですね。こうやって周り見るとすげえ街中にありますね。この少し先にはルクソールトレインステーションがあるみたいです。もう駅前に神殿があるっていう感じ。ギザのピラミッドも目の前までバスが通れるように道路が整備されてたり、ルクソール神殿も多分駅から徒歩5分か10分くらいで行けるような距離なんで、観光地化に余念がないですね。いや便利でいいとは思うけどちょっと風情がない気もするね。ここの入場料もキャッシュは不可で、必ずカードで支払う必要があります。ですね。ルクソー。Thank you。なるほど、間違えちゃった。ここはモスクの入り口でした。神殿は向こうだよっていうふうに説明してくれましたね。ごく稀にチップを要求しない普通の親切な方いますね。今日泊まってるホテルからルクソール神殿がとても近くだったんでギリギリGood price. No, You know how much? $1. I take you go back hotel. Come. $1. ピラミッドもそうだったけどお土産ワンダラーって声かけてくれますけど絶対ワンダラーじゃないよなと思います。ワンダラーだったら逆に安くねと思うけど全員ワンダラーなんだよな。多分ワンダラーでは済まないと思います。モスクを正面に少し右側に入り口があるみたいですね。こんな感じでバスがずらっと並んでますので、すぐ分かると思います。今から入る人やっぱりサンセット狙いの人がたくさんいるみたいですね。この奥にチケットセンターありました。ルクソールテンプルのチケットを買いました。500エジプシャンポンド。入場していきなりお出迎えしてくれてるのはラムセス2世さんかなとオベリスクですね。ラムセス2世さん自分の石像を作るの好きみたいで、さっきのカルナック神殿にもたくさんいましたね。俺の石像を作れってなんか可愛らしいですね。ここの中央のオベリスクかなり保存状態いいですよね。さっきのカルナック神殿はもうボロボロになって崩れてるもの多かったですけど、ここはしっかり綺麗な形で保ってます。ここはスフィンクスアベニューですね。このままずっとまっすぐ 4km くらい歩くと、先ほどのカルナック神殿につながっています。ずっとこんな感じで等間隔にスフィンクスが配置されてて凄まじいですね。これがずっと先4キロ先までつながってるっていうから驚きだよな。ただこのままずっとまっすぐ歩いても、カルナック神殿には入れないみたいですね。さっき見てたら途中で通行止めになってましたね。さすがにこのままカルナック神殿入られちゃうと困るのかな。これはなんかの箱舟ですかね。木造の箱舟だったかな。これは確かなぜこれを作られたのかは今のところ分かってないみたいですけども、ファラオがあの世で、使うための移動手段っていうふうに、考えられている説もあるみたいです。でもこれ木造じゃないな。これ作り直してるっぽいですねレプリカか。このルクソール神殿も歴史はとても長いです。紀元前14世紀頃、当時のファラオたちによって建てられたみたいですね。この神殿で祭事などの儀式を行っていたみたいです。紀元前14世紀っていうのは3400年前とかそういう話、もう全然わかりませんね。ただその3000何百年前から
こんな大きな建造物が建てられるっていうところがすごいよな。ピラミッドもとんでもない技術力だと思いますけど、このたくさん並んでいる石像とか目の前にあるこの高いオベリスクなんかは当時の技術だとどうやって作ったんでしょうね。でかいでかいでかい、何これ見上げちゃうよ。もう今真下に来てますけれども、めちゃくちゃ大きいですね。もう本当エジプトの遺跡スケールがでかすぎる。まあただルクソール東側のメインどころであるカルナック神殿を先に見ちゃったんで、ちょっとまあやめときます。おお、でもいいね。ちょっと人が多すぎるな。おお、この大きな柱はやっぱり迫力ありますね。なんでこんなに背が高いんでしょうね。背が高い巨人がいたのかな、それとも単に大きくしたかっただけなのかな。真相は分かりません。この柱の上だけなんか天井みたいなの見えるんですけど、この間にも天井はないのかな。もともとこういう形だったのかな。おお、ここがソウル神殿のメインかな。ぐるっと取り囲むように柱とその天井みたいなものが残ってますね。夕日に照らされるととっても綺麗になるみたいですね。みんな夕日待ちでめちゃくちゃ人いるわ。なんか人だかりができてる。この壁画はすごい保存状態が良くて、ほとんど残ってる気がしますね。夕日に照らされる神殿、いいですね。ああ、夕日が終わっちゃう。こちらの柱も夕日に照らされて美しく輝いています。何度見てもすごい迫力です。首が疲れる。座っている方はやっぱり偉い人で、立っている人がその家来なのかな。みんな左足が前なのには何か意味があるんでしょうか。いやー、ルクソール神殿もかなりの迫力があってよかったですね。じゃあちょっと早いけど晩ご飯にしましょうかね。せっかくだからルクソール駅の方行ってみようかな。Oh, you look like an Egyptian. Where from? Japan. Japan, number Yeah. one. You are woman and man. Man. Man, nice Yeah, to meet you. Very Yeah, good. nice. You want a falali? No. Today, No, thank listen you. to me. Listen. No, Today thank is you. special day. You have an old market, old bazaar. Uh-huh. If you want a horse, you know how much? $1. Okay. No, thank you. $1. No, thank you. $1, my sorry. 子供も客引き頑張ってますね。おお、なんか商店街ありますね。でも昨日いたカイロのマーケットの方がもっと活気ありましたね。なんかもうみんな疲れちゃってるのか、そんなに商売やる気がないのか、あんまり呼び込みはないですね。Hello. Like your style, that. Thank you. Excuse me. So Nice. Excuse me, just seconds, please. No, thank you. やばいぞ。一人に捕まるとみんな、はい。Nice to see you again. Nice. You remember me? I'm working in your hotel. Sorry. 他の観光客がいないから集中砲火を受けてしまいますね。めっちゃいい香りっていうかスパイスの香りがすごいね。なんだろう。でもなんかパッと見砕いた石みたいな感じだった。ちょっと戻ると客引きが大変なんで一期一会です。お店もなくなってゴミだらけになってきた。ここにはレストランないだろうな。今付近まで来ましたね。だんだん交通量も多くなって人も多くなって混沌としてきましたね。やっぱりここでもクラクションは鳴りまくりです。レストランがないぞ。普通の商店はありますね。スーパーみたいなやつ。ただこれあれだ、いつものアラビア数字になってて値段がわからん。生野菜もらってもしょうがないんだよね。調理済みの料理が食べたいです。こちらのお店で1個パン買え。Thank you.
パン買いました。20エジプシャンポンド60円。今焼きたてだったんで、うわー焼きたてだー、めちゃくちゃいいよ。見て見て、めっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。なんかこのちっちゃい小麦粉の塊を釜で焼いて、膨らました食べ物みたい。めっちゃ美味しい、めっちゃいい香りする。やべ、食べるとこないけど、なんか道端に椅子がある。ここ座らせてもらおう。よし、焼きたてのこのパンめっちゃ美味しそう。いただきます。味ないわ。味ないけど味ないからあんまり美味しくはないね多分このまま食べるんじゃなくて、昼食べたみたいなミートボールとかホワイトソースみたいなものを挟んで食べるやつだと思います。このまま食べるとマジで味ないです。ただ薄いし焼きたてで香ばしいんで、まあまあ食べれますね。ただこれだけだと非常に食べにくいです。ヨーグルトドリンクみたいなやつ欲しいね。どうしようこれ。とりあえず持って帰ります。お腹すいた。さっきのパンしかないよ。なんかお店が賑やかな通り出てきた。ここならレストランあるんじゃないかな。ここにしよう。おう。ああ、オッケー、オッケー、いい。お、ここにしようかな。エジプシャンフードのお店。エジプシャンフード？オッケー、オッケー。いや、お客さんは全くいないけど、ローカル感のあるレストランに来ました。外暑いかなと思ったから中にしたけど、ここ暑いわ。やべ、お腹空いてたからいろいろ頼んじゃったら意外と高いお店だったしょうがないね。ピジョンだって鳩のお肉か、ありましたんで、それも頼んでみました。やっぱり頼んでないお水来ましたね。まあちょうど後で買おうと思ってたからよかったけど。レモンジュースにしました。ノンシュガー、絞りたてかな。はい、いただきます。ぬるいのとそんなに酸味もないですね。なんだろうこれ、なんか薄い気がします。お肉の料理と、あと昨日食べたシャワルマ、エジプシャンシャワルマっていうの結構気に入ったんで、それも頼みました。でサラダどうしますって言われて、普段は断ってるんですけど、50エジプシャンポンド、150円くらいだったんで、ついサラダも頼んじゃって、そのまま勢いでフレンチフライも頼んじゃいました。同じ50エジプシャンポンドだったんで、安いですけどね、結構来ちゃいますね。楽しみにしてましょう。ヨーグルトサラダ来ました。すげえ。ヨーグルトにきゅうりにヨーグルトがかかってんのかな。なんか初めて食べますね。なんか面白いね。いただきます。ヨーグルトだわ普通のフレンチフライだけど、ちょっとなんだろうこれ、香辛料かかってて美味しいですね。シャワルマミートですって。うわ、めちゃくちゃ美味しそうな香りするぞ。いただきます。シャワルマチキンっていうのも他にあったんで、シャワルマミートはビーフなのかな。いただきます。結構スパイス効いてて美味しいですね。ピーマンとか玉ねぎ、パプリカみたいなお野菜と一緒に食べます。ただシャワルマって私ラップされたやつだと思ってたので、これ普通の肉料理でしたね。ピジョンというのは鳩ですね。これさ、丸焼きだな。ちょっと分かりにくいけど丸焼きですね。いただきます。鳩肉は初めて食べます。食べたことないのを見るとつい頼みたくなっちゃいます。あまり食べるとこなさそうだけど、どうやって食べりゃいいんだ。中にじゃがいもとか
お米とか入ってますね。お肉料理じゃないのかも。うわ、冷たい。中にお米とか、豆とかを詰めて、油で揚げたんだと思うんですけど、中全然火通ってないですね。さすがに冷えてるのはちょっときつい。こっちのシャワルマは美味しいです。Good? Yeah, good, good. Finished? Yes, finished. Have a credit card? Card? Yeah. Come with me. Okay, okay. ごちそうさまでした。シャワルマ美味しかったですね。鳩の丸焼き、マジで中冷たくて、さすがに残しちゃいました。明日はこのルクソールのナイル川を隔てて、西側の大きな谷の方に行きます。それでは皆さん、トゥスバラヘール。明日は早起きですよ。わあ、やられた。さっきのローカル店みたいなところ、有名なぼったくり店でした。Google レビュー、まさかの星 1.2 でしたね。頼んでない水が来たり、頼んでないパンが来たり、あとサービス料が多分1000円くらい追加されて、結構なぼったくりでしたね。料理が2000円でサービス料1000円。高すぎるね。まあ、事前に確認しなかったのが悪いかな。しょうがね。ちょっとカード使えるって言われたのに、最後払う時になったら使えないって言われて ATM まで行ったのがめんどくさかったですね。もうコーラでも買ってすっきりしましょう。よし、コーラとお水買ってきました。2つで50エジプチャンポンド、150円ですね。いただきます。あー、最高。はあ、ぼったくられた日もコーラは最高ですね。おやすみなさい。うわ、本当にもう谷っていう感じですね。西側を死者のエリアと考えられてるみたいです。よし、自転車借りました。お墓はすごく縦長ですね。なんだかよくわかんないけどすごそうなやつ。なんか自転車変な音鳴ってる。やばい、めっちゃ重くなってきた。これが棺かな。壁画の色がすごく綺麗に残ってますね。素晴らしい。